今週はですね1週間ですね海のお仕事をいろいろ体験できる1週間になってまして、今日は初日ですね定置網の体験がみんなでできる日です。僕はですねもともと普段はですね宮城の石巻というところでこの格好の通りですね魚屋をやってます。はい、早速みんなに聞いてみますけど、お魚好きですか？好きな人？はい、いいですね。何の魚好きですか？これ聞いてみたいな。手挙げてくれた。はい、じゃあ聞いてみよう。何のお魚が好きですか？僕が好きなのはサバです。サバ、いい魚が出ました。石川県能登町で漁師やってる中田と言います。僕は昔から漁師になるのが夢で、皆さんぐらいの時にはもう絶対に将来は漁師になってやろうってずーっと思ってました。はい、今日はそういう、未来の漁師が一人でもできたらいいなと思ってきました。よろしくお願いします。改めて中田さん、定置網ってどんな網漁業ですか？定置網はですね、ずーっとこう待って、自分たちで取りに行くっていうよりは、例えば毎日この時間に起こしに行くよって言ったら、その時間起こしたら次の日まで、何もしないで待ってると勝手に魚が入ってきます。で能登では僕らのところではだいたい年間100種類以上の魚が取れます。みんな大きい声出すんだよ。よいしょって言ったらみんなでよいしょって言って網を引っ張っていってください。いいですか？はい、じゃあどうぞ。よいしょ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 最後持ち上げて。拍手お願いします。素晴らしい。さあ魚取れましたね。たつきくんありがとう。ナイス掛け声でしたよ。今日の、体験には主人公となるお魚がいます。何のお魚でしょうか？カツオ。そうだよね。ここに書いてあるね。はい、人の手で1匹ずつ釣るのって超大変ですよね。もちろん網で取るカツオもいるんです。じゃあなんで今でもね一本釣り、わざわざ大変な力のいる一本釣りが行われているんでしょうか？答えはですね、カツオをね傷つけないためなんですね。網で取るとさ、カツオとカツオとか網とカツオでさガシャガシャってなってガシャガシャって傷ついちゃったりするけど、一本釣りすると1個ずつ取るから綺麗なまま鮮度を保って取ることができるんです。だからカツオはカツオでもいいカツオを取ることができるのが一本釣りっていうことです。ということで今日はみんなキッズ漁師さんです。鰹節にするためのカツオ取りに挑戦してもらいたいなと思います。これ15分16、17さあ17分まで来たぞ。17分17分さあ今いくつですか？あれブルブルダミーだ。それは農家ですよ。生の魚がいろんな工程を経てその本枯節というのになって、そしてそれを削ってみんなが食べている鰹節になるんですね。ぜひこういうことも、知ってほしいなと思います。でも本当はめっちゃ美味しい魚でも今みたいに知らないと買えないんですね。そうじゃあみんなはこれから魚屋さんになってもらうんだけど、お母さんとかにどうやったらこの美味しい魚を知ってもらえるかな、買ってもらえるかなっていうのを今からこれ大事なので説明します。それは魚屋さんがお客さんにと話しながら魚の美味しさを伝えることなんです。はい、じゃあみんなで協力して、ここからね魚を持って行って自分の魚屋さんの売り場に並べてください。時間は1分。時間は1分です。はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあスタート。さあどんな魚があるかな。さあ今日は何が入ってるかな。トビウオ狙ってる。タラにブリにサワラにいいの入ってるね。お客さんに見えるようにだから、こっちお客さんだからね、綺麗に並べないといけないんだよ。はい。いいね。トビウオ綺麗だね。いらっしゃいませ。今日紹介するのはホッケというお魚です。ホッケは冷たい海に暮らす魚で大きな群れを作って泳いでいます。何より干物がおすすめで脂がじゅわっと最高です。今日はこのお魚を700円でお客さんにお渡しします。ぜひ買っていってください。さあホッケ700円です。はい、では
ホッケ、このホッケ700円で買ってくれる人手挙げてください。おーわー、売れたー、おめでとう。やりましたね。本日は、なんで魚を凍らせるのというところで、皆さんにですね水産業に欠かせない冷凍技術の方を体験していただければと思います。お魚をこう保存する、美味しくみんなが食べるには冷凍っていうものが大事になってくるっていうことを覚えておいてください。今皆さんの目の前にあるこの銀色のボックスね、ハテナボックスみたいなのありますけど、これが早く凍らせる機械、ブラストチラーショックフリーザーという名前の機械になります。ここにみんなが並べてくれたこのエビ入れていきます。お姉さんと一緒に入れてもらえるかな。はい、はい、みんなで真ん中のところにね入れていきましょう。はい、じゃあ入れたら閉めて、はい、じゃあみんなで凍ることを祈ってドン。はい、OK です。さっき言ったブラストチラーマイナス40度なので、上に出てますね、マイナス40度なので早く凍らせることができます。でこの今言ってる早く凍らせることができますよっていうこの早く凍らせることを急速凍結と言います。魚を生のまま運んでると腐っちゃうよねっていう話したと思うんですけど、魚を凍らせてあげるとそこで時間を止めてあげることができるので、新鮮な状態を保ってこう配送ね運んだりでお客さんのところに届けたり、みんなの元に届けたりっていうことができます。はい、じゃあちょっとねエビまた天板が1個なんでこっちの子から触ってもらえればと思います。こっちのチーム少し待っててね。自分がやったやつどれか覚えてるかな。触ってみて、1個ずつ取ってもらって、どうどう硬くなってます。カチカチ。どう凍ってる？で養殖で魚育てるにはじゃあ何が必要でしょうか。じゃあひろよ兄ちゃん。餌。正解、すごいね。餌を食べて育つんだよね。でその餌っていうのも大豆だったり魚の粉っていうのが必要なんだけど、その魚や大豆の粉、実はいろんな問題を抱えてたりもするよねと。森林、木を切っちゃったりとか魚を取りすぎたりとかいろいろビデオで出てきたと思います。でみんなが未来につながるようにですね、大人になった時魚が食べ続けられるようにするには餌が結構大事だなっていうことが一つポイントになるかなと思うんですね。今日勉強したみたいに地球に優しい餌、どこで誰が作ったかをちゃんと分かって買った餌があります。これはブラジルのアリメントスさんって人が作った大豆。ブラジルから遠くはるばるやってきました。こっちはペルーにいるオーストラルさんが作った魚粉なので、どうやって作ったかっていうところまで確認できた餌を使って地球に優しい餌を作ります。どうでしょう、食べてくれるでしょうか。マダイ食べるかな。今食べました。食べた。やったー。ちょうど口のサイズにあったのかもね。いい大きさだった。魚のお刺身だったり切り身だったり冷凍のエビの右上だったり、そういうところに実はこのマークがついてるんです。でこれはもう絶対これを食べ続ければ未来も魚食べられるっていう証のマークなんです。未来の市場に触れる魚のデジタル仕入れ体験ということで、今日はみんなにはスーパーの魚売り場の仕入れ担当者になってもらいます。未来マルシェはこの4人でやっている会社で、普段は日本中を新幹線とか飛行機で飛び回って美味しいお魚、野菜、果物を探してそれをスーパーに運べるようにしていく、そんな仕組みを作っている会社です。よく見ると同じ魚が並んでいることもあります。取れた場所が違うと大きさとか値段が違うことあるんですよね。なのでこれどっちがいいかなということ、どっちが自分のお客さん喜ぶかなって考えながら選んでみてください。あらあら、北海道空いてますよ。今たくさんあるよ。北海道、東北、すごい魚、北の魚おいしいよ。こっちも見てね。トビウオを選びました。ありがとうございます。トビウオのどういうところを気に入りましたか？
空を飛ぶところです。はい、ありがとうございます。確かに飛び魚って400メートルぐらい一発で飛ぶみたいですよ。すごい飛ぶんです。そんな珍しい魚みんな大好きなんで、スーパーでも絶対目を引く商品です。すごいいい視点だと思いました。ありがとうございます。本物の魚仕入れてみたいと思います。はい。でさっきですね、魚日本全国から市場に集まるよって話をしたと思うんですけど、実は今魚の数がとても減っています。日本で釣れる魚減っているんです。でそうなると市場どうなるかというと、もちろん市場に集まる魚も減ってきます。はい、みんなこの売り場がですね、市場が半分しかなかったらどう思う？大変よね。なかなかいい魚が選べない、そんなこと日本全国今こんなことが起きています。なので今市場に集まる魚以外にも、その産地港で食べられる魚もあるといったように、この、港で直接買えるようなサービスあります。なのでこういうものを使って実際に港から仕入れるようなことをやっているので、今日はですねこのアプリを実際に使って仕入れ体験をしてもらえればと思います。何個ぐらい欲しいかな。1ぐらいにしとく？ 2 ぐらいにしとく？ 1 にしとこっか。じゃあこれで1って押してもらっていい？で青いボタンを押して、でこれを押してもらえると、はい、じゃあ残りがですね10から9に減りました。実際に注文されました。はい、注文してくれたお友達拍手。漁師探検隊ということで、僕らIT 企業です。IT 企業っていうのは、コンピューターとかシステムを開発する会社のもので、実際に海に行くわけではないんですけれども、漁師さんたちが使う機械、使いやすい機械っていうのを開発している会社のものになります。見方をちょっとご説明させていただきますと、これ黒いところが陸地ですね。で大体の場所でいくと伊豆諸島の、東南沖、東の南伊豆諸島でこちら伊豆半島ですかね。その辺静岡県とかね、この愛知県とか、そこは神奈川だ、飯のあたり神奈川とかその辺だね。はいはいはい、そうですね。でこの辺に島がポツポツとあります。水の温度が、色で分かるようになってまして、赤いところがあったかいところで、ちょっとずつ、冷たくなってくるとオレンジ、薄いオレンジ、黄色っていう風になってきてます。で岡本さんは水の温度の差が大きそうなところにいるぞというのが、これ一つ大きなヒントになってそうです。あとお兄さん言ってくれたように、潮の流れ、本流ってお話ありましたけども、海にはですね、日本の近くには黒潮って言われている暖かい海の流れがぐにゃーってこう通っています。でその、潮の流れの速さがこういう白い線で表現されていて、薄い線と濃い線があります。濃い方の線の方が速い水の流れがあるんですね。でその中にもカツオは通っているけれども、流れが速すぎて船をここで魚を釣ろうとしてもどんどん魚がいなくなっちゃうから、なかなか難しいぞって話もあったよね。温度の差が 4つに分かれているから。確かに薄い黄色とちょっと薄いオレンジ赤ね。はいはい、4層温度差があるっていうことですよね。そう関東経験でやってる人もまだいるけれども、こういういろんな技術を使って漁業をする人たちもどんどん増えてるっていうのが、今日のワークで少し分かっていただけたらなと思います。で将来的にですね、漁師さんになりたいぞっていう方が少しでも増えたら、我々としては非常に嬉しいなと思ってます。